こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、白菜のクリープ煮を作っていきたいと思います。お願いします。オリーブオイルをひいていきます。フライパンにソーセージです。ベーコンがあったらいいと思ったんだけどなかったので、とりあえずソーセージでします。ちょっと炒めていきますよ。よいしょ、こうかな。はい、どうでしょう。見えるかしら。白菜はまた4分の1使います。4分の1、そんな小さくもないけども、普通の大きさ弱くなると思ってね、そんなに小さくしないで普通サイズにしました。ソーセージにちょっと焼き色をつけて、ベーコンか鶏肉あったらそれとクリームにしたらいいと思ったんだけど、たまたま両方なかったのでね、ソーセージもたまに美味しいかもしれない。で、白菜入れます。これを混ぜていきます。にんにく凍らしたの3個入れます。にんにくもね、柔らかく煮たら美味しいしね。そしてまた白菜から水分が出るまで、ちょっとだけね、もうちょっと、白菜がしんなりするまでちょっとフライパンで炒めていきますね。白菜に水分いっぱいだからすぐしんなりすると思います。これがいいね。ソーセージの匂いもしてきました。ちょっとしんなりしてきたので、お水をちょっと入れます。水分出ると思ってね、50cc ほどした。で、固形スープの素も入れていきます。それにしても水分足りないかな。いや、もう 50cc ほど、100cc ほどになるけど入れましたよ。それでね、ここに本当はミルクとか牛乳入れていくんですけど、ミルクも牛乳もなかったので、スキムミルクありました。スキムミルク、これ入れていきたいと思います。4杯で200cc で4杯。スキムミルクを使っていきましょう。栄養もあるしね、牛乳みたいなものでしょう。よいしょ。
スキムミルク4、はい。あ、だいぶねだいぶぺちゃっとしてきましたよ。これスキムミルクを溶いていきますね。お水入れたから、本当はお湯とかでもよかったけど溶けはじね、溶けやすくて、でもお水でも大丈夫。固形スープの素も溶けて、コンソメのスープの味もしてきましたので、ここに牛乳代わりのスキムミルク入れましたよ。はい、これでもうちょっと白菜から水分が出ますね。これで白菜が柔らかくなるまでちょっと煮ますね。はい、5分ほどね、6分ぐらい煮ました。白菜とソーセージとニンニクのこの大きいのね。牛乳がなかったのでスキムミルクで使いました。鶏肉とベーコンの代わりにソーセージにしました。なんかあり合わせばっかりでなんだけど、白菜は4分の1使ってます。で、固形スープで味付けて、スキムミルクで白い色作りました。はい、次に胡椒を入れていきます。で、塩ちょっと入れましたよ。そして塩味見ていきますね、今ね。それでよかったら片栗粉入れていきます。もうあれだけあった白菜がこんなにしんなりしました。いいですね。お砂糖ちょっとしょっぱいぐらいだけどいいかな。ちょっとしょっぱいとダメですよね。どうしよう。もう一回ちょっとだけお水入れよう。ちょっとだけ水足しました。塩入れすぎちゃったみたい。味付けはね、塩と固形スープのコンソメと塩と胡椒しかしてないんだけど、塩入れすぎたみたい。大丈夫です。これで大丈夫。あと片栗粉をね入れますよ。火を弱めてですね。少ないかな、片栗粉。もしかしたら少ないかもしれないけど入れていきます。
片栗粉入れたので混ぜてますよ。全体的にとろりとなったら OK です。あ、とろりになったね。大丈夫大丈夫。片栗粉少ないかしらと思ったけど大丈夫でした。ちょうどいい感じです。胡椒がちょっと入れすぎたんでね。もう一回味見して。はい。できたね。ほんで味はいいし、白菜がとろっとすれば OK です。はい、できたようなのでお皿に取りましょう。ね、ちょっとね、お肉の代わりにソーセージってちょっと寂しいかな。でもね、美味しければいいでしょう。よいしょ。いただきましょう。あったかそう、湯気出て。ミルクは入ってないけど、内容的にはバンバンですね。ポカポカになるしね。スキムミルクだから栄養のバランスいいしね。ソーセージも魚肉だしね。ソーセージの塩分が出てるから、普通に塩入れたけどちょっとしょっぱく感じたのかもしれません。で後でね水足したからまた塩分の調整できましたけどな。ソーセージの塩分が混じったからね。これにんにくちょっともし硬かったら困るから食べないとこ。はい。とろりとして美味しいです。どうぞ。プリンセスモナコでした。ありがとうございます。見ていただいて。